今日はね、簡単な親子丼を作っていきたいと思います。使用するのはですね、玉ねぎと焼き鳥の缶詰を使います。もちろん普通のお肉でもいいんですけど、ちょっと家に常備しているようなこういうのがあれば簡単にできるので、使ってみたいと思います。卵ですね。よいしょ。じゃあ始めていきましょう。よいしょ。ですね、料理始める前に料理の全体的な工程をちょっと一度確認していくのがいいと思います。これレシピ見るときでもですね、レシピ見ながら最初からやるんじゃなくて、レシピを最後まで一度読んでいただいて、料理の流れの概要をですね全部把握してから始めましょう。そうしないと途中でなかなかつまずいてしまったりですね、最終的な全貌が見えないと何を目指して作っていくかっていうのが分からなくなってしまうので、まずですね全体的な流れを把握することから始めます。で今回はですね、玉ねぎをまず切って、よいしょ。玉ねぎを切って、よいしょ。でおだしでですね、玉ねぎと鶏肉煮てあげて、卵を最後に入れて、ご飯の上にかけるという流れになります。大雑把ですけど、このぐらいな感じで把握していただければ OK です。よいしょ。玉ねぎ切ります。玉ねぎ、よいしょ。見えるかな。こう繊維が入ってますね。こう切ってもいいです。なるべく繊維質がないというか、柔らかい感じで切りたければですね、繊維に直角に切れば繊維が短くなるんで、あんまり口に残らない、感じになります。でこうすると、こうやって切ると、繊維が残るというか、縦に入ってる繊維に沿って切る形になるんで、この辺はそんなにシビアに考えなくてもいいと思います。ご家庭で作る料理であれば。今日はこっちで切りましょうね。でこの玉ねぎの厚さもそんなにシビアじゃなくていいです。今回はこんなもんですね。2、3ミリってとこですか。いいですよ。で当然薄く切れば火の通りが早いんで、急いで作る時なんかはちょっと薄めに切るといいかと思います。玉ねぎのね、ゴロッとした食感を楽しみたいっていう場合は、ちょっと厚めに切ります。今回はちょっと薄めに切ってみます。これね、こんな使わないんですけど、せっかくね、剥いたんでもう切っちゃいます。これまたね、ビニール袋とかに取っとけば、さっと使えるので、お料理時短ですね。なかなかやっぱ包丁とまな板を出して玉ねぎ切るっていうのもめんどくさいんで、なるべく切れる時に切っちゃってですね、次の料理どんな風に使うかわかんないんで、どうやって切ればいいのっていうこともありますけど、こんな風に切っとけばまた使う機会もあるんでね、こういうビニール袋とかに入れて、また今度使いましょう。今日はぐらいかな。これは冷蔵庫に取っておきます。よいしょ。では親子丼作っていきますね。まず、お鍋に
玉ねぎ入れます。で、今日はね、白だし使いましょう。白だしじゃね。これね、めんつゆとかでもいいです。簡単に作りたかったら。もちろん塩とお醤油、酒、みりんなんか入れてもいいんですけど、こういうめんつゆとかね、白だし使った方が楽です。でちょっとね、お水少し入れます。大体でこんな目分量です。でね、ちょっと味見します。若干薄いぐらいで。その後ね、焼き鳥の缶そのまま入れるんで、焼き鳥の缶の味もつきますので、ちょっと薄めですね。舐めてこう、なんていうんですかね。うどんとかのかけつゆか、もうちょっと薄い、かけうどんのつゆか、もう少し薄いぐらいでいいです。で、火にかけていただいて、玉ねぎをちょっとね、火が通るまで待ちます。よいしょ。どのぐらいでしょうね。3分ぐらいですかね。玉ねぎは、加熱すればするほどですね、こう、透明になって甘みが出てきますね。生の状態だと、ちょっとやっぱ辛みがあります。なんで、火を通してあげると、独特の甘みが出ます。で柔らかくなりますね。なんでシャキシャキした玉ねぎ、ちょっと辛めのが好きならあんまり煮込まないでもいいし、ちょっと甘みを出してあげたいよなんていう時は、ちょっと煮込んであげるといいかなと思います。あと薄く切ったんで、早めに火が通りそうですね。ではこの間にですね、卵をやっておきましょうか。ちょっと豪華に卵を使いましょうか。でこうたくさんかき混ぜてもいいんですけど、僕は割とこう白身と黄身が分かれてる感じが好きなので、もう本当にこんな程度です。はい、卵も準備しておきます。よいしょ。ちょっとこうね、透明がかってきましたね。焼き鳥の缶詰ですね。これね、ガバッと入れちゃいます。普通のね、お肉でやるときも大体同じような工程です。そうですね、こうお肉ともも肉、こう玉ねぎを火通してから、大体鶏のもも肉使うことが多いですね。胸でもいいんですけど、胸はちょっとね、こうどうしてもパサパサした食感になるんで、ももの方がこうしっとりして、日本人のお口にはよく合うかなという感じですけど、胸肉の方が安いんでね、胸肉でやっていただいてもいいかと思います。あとヘルシーです、胸肉の方。ももはちょっとやっぱカロリーも高いです。で、これ後で卵を入れるんですけど、最終的にこのまま丼になるんで、このお肉があんまり偏らないように、こんななってるとね、この辺しかお肉がなくなっちゃうので、全体的にお肉が行き渡るようにしましょう。よいしょ。お料理苦手な方ってね、味見あんましないんですけど、味見いっぱいしてくださいね。もういろいろ味が変わった段階で。だいたい我々とかだと味の想像ってつくんですけど、料理しない方に限ってこう味見が少ないので、
で味見をしたことによってまたこれ入れたらこういう味になったなっていうのが分かりやすいんで、ちょくちょく味見されることをおすすめします。ではですね、これ卵入れます。で卵入れたらもうすぐに作りたいんで、丼にご飯をよそりました。よいしょ。そしたらですね、卵を入れましょう。ちょっと2回に分けて入れます。で1回入れてちょっと鍋揺らします。卵とだしをなじませる感じですね。蓋してもいいです。でも僕はちょっとね、半熟っぽいこう生っぽいのが残ってる方が好きなんで。で残ったのを半分パッとかけて、でもう火を止めます。こんなもんでいいでしょう。よいしょ。本当はね、丼用のお鍋があれば一番いいんですけど、浅いこんなやつ見たことありますかね。これがあれば一番いいんですけど、まあ、こんなお鍋で十分です。よいしょ。ゆすってあげて、こっちのここに入れて、あげて、よいしょ。ゆすりながらほわっとこのままのせます。大家族とかだとこう大きいお鍋で作ってこう、ね、お玉で乗せてあげてもいいんですけど、この上の表面がやっぱり綺麗なんで、上の表面はそのまま残してあげる感じの方がいいかなと。はい、完成です。非常に簡単でしたね。冷蔵庫に刻んだネギがあったちょっとやっぱね、青が黄色の中に青が入ると綺麗に見えます。まあ、本当はね、三つ葉とかかけてあげるとそれっぽくなります。はい、どうでしょうか。じゃじゃん、親子丼です。焼き鳥の缶詰で作った親子丼ですね。よいしょ。おい、美味しそうですね。